こんにちは。本日はですね、私が大好きなトピック、インドの食文化についてお話ししたいなと思っています。前にも話しましたが、私の両親はどちらもインド人ですので、いつも日本人の友達にインドのことを聞かれたりしています。食べ物の話になった時、インド人は本当に毎日カレーを食べるの ?3 食もと聞かれたりするんですけども、非常に答えづらい質問ですね。なぜなら聞いてる方がカレーと呼んでるものは一体何を指しているのかわからないからです。私は日本に6年ほど住んでいましたので、日本のカレーも結構食べています。ここ一番屋のカレーからパーキングエリアの食堂のカレー、コンビニのカレーに北海道のスープカレーも食べたことはあります。もちろん地域性や味付けのバリエーションはいろいろありますけど、カレーっていう食べ物に関してはなんとなくの共通認識がありますよね。ちょっと茶色っぽくてスパイシーな液体に野菜と肉がゴロゴロ入ってるという食べ物。しかし今日は日本のカレーとインドのカレーは違うっていう話をしようとしているわけではありません。皆さんも知ってると思うんですけど、日本のカレーはインドから直接伝わったものではないんですね。日本のカレーはイギリスの海軍から伝わり、洋食として扱われるようになりました。明治時代に国産のカレー粉が発売されると、当時の洋食ブームとともにカレーライスという食べ物は日本人に親しまれる大衆食になっていったっていうわけです。だから今日は日本のカレー、インドのカレーで何が違うっていう話ではなく、皆さんをもっとびっくりさせるネタを持ってきました。はい、いきますよ。インドにはカレーという食べ物は存在しません。カレーという言葉もカレーという食べ物の概念もインドで生まれたものではなく、どちらもイギリス人が作ったものなんです。というわけで、カレーというコンセプトはどのように生まれたのか探っていきたいと思います。インドとイギリスの関係は17世紀にイギリス東インド会社がインドに到達した時から始まったと言えます。東南アジアではオランダ東インド会社が強くて、イギリス東インド会社は競争できなかったため、最初はしょうがなくインドに来ました。しかしインドでもかなりいい商売ができるんじゃないかと気づき、自分たちの領土をどんどん拡大していったのです。当時のイギリス人がインドで手に入れたかったものは3つあります。綿と絹、そしてヨーロッパで超高値で売れるスパイスでした。最初は東インド会社は政治力も軍事力もそこまで高くなかったので、インドで一番力を持っているムガル帝国と仲良くやって真面目に貿易をやっていました。そして貿易ももちろん頑張っていたんですけど、イギリス人はインドのご飯もめちゃくちゃ気に入っていて、ものすごく食べていたらしいです。クローブやカルダマム、胡椒やカレーリーフ、様々なスパイス、香る料理、そして生姜、ニンニク、唐辛子を効かせた料理は、それまでにイギリス人が食べていたものと全く違う美味しさで、どっぷりハマっていたみたいですね。しかし、そこで一つ大きな問題が発生しました。この美味しい料理、この食文化、どうやって他のイギリス人に伝えればいいのか分からなかったんですね。インドの食べ物について言うのに、なんかちょうどいい言葉はないのかなと探していた時に、インドにイギリス人より100年も前からいるポルトガル人にカリルっていう言葉を教えられたそうです。ポルトガル人は主に南インドで活動していたので、カリルっていう言葉は南インドのタミル語のカリーから来ているものと思われます。ポルトガル人の解釈では、カリーっていうのはバターと生姜とスパイスでできた辛いソースでした。イギリス人たちはその言葉を知り、なるほど、じゃあ私たちは英語でカリーとしましょうとなったんですね。しかしポルトガル人の解釈は間違っていました。タミル語のカリーは私の母語であるテルグ語でクーラと言います。おそらくインドのどの言語にも似たような言葉があるんですけど、辛いソースという意味ではありません。カリーにもクーラにも原料や調理法の定義は特にありません。これらの言葉はご飯に混ぜて食べるもの、またはパンにつけたり
乗せたりして食べるものという意味です。私の感覚では日本語のおかずという言葉にかなり近いように思います。インド人はもう全ての料理にスパイスを使いますけども、スパイスは炒めたり炙ったりひいて粉にしたりして使いますし、料理によって使うものも使い方も異なるので、本来ならカレーという一言でまとめきれないほどインドには多様な食文化があると言えます。イギリス人もインドに長くいたので、その多様性はある程度分かっていたはずなんですが、その多様性を言葉で表現する努力しませんでした。一旦歴史の話に戻りますが、東インド会社の方たちはスパイスで大儲けした後、いずれは引退してイギリスで楽な暮らしをしたかったわけですね。それでイギリスに戻ったらきっとインド料理が恋しくなると思った人の中には、インド人の料理人を連れて帰った人もいました。その方々がお友達にいわゆるカレーをご馳走したりして、カレーの認知度がイギリスで高まっていったっていうわけなんです。それから18世紀にはインドで使われないのに、イギリスでなぜかカレー粉が発売され、イギリスの主婦たちがカレーのレシピ本とかも出したりしていました。しかし彼女らが作るカレーはインドの料理と全く違うもので、バター、小麦粉とカレー粉でルーを作り、それに玉ねぎやリンゴを足し、最後に肉を加えるという料理だったんですね。日本人も初めて出会ったカレーもそれに近いものだったのではないかと思います。19世紀には東インド会社の存在はあまりにも巨大化して、国の運営でいろいろやらかしすぎだということで、イギリス政府はインドを直接支配することになりました。その影響でインドとイギリスの間で行き来する人も増えて、インド料理レストランの需要も生まれました。しかし当時のインドにはレストランという概念はなかったんです。もちろん屋台とかもっと簡易的な食堂はありましたけど、テーブルを囲んでメニューを見て注文して店員さんに料理やお酒を運んでもらうっていう現代的な飲食店はなかったんですね。だから今でいう典型的なインド料理屋の形もイギリスで生まれたものだと言えます。インド料理屋といえば皆さん思い浮かぶでしょう。なんとなくのオリエンタルな飾りにインドらしい音楽が流れる雰囲気。しかしそれはインド人が考えたお店の作りじゃなくて、植民地時代のインドを懐かしく思うイギリス人のセンスだったんです。実はインド料理屋の定番メニューもそうです。インド料理屋に行ったら味の濃いカレーが多いと感じませんか？インドの3分の1の人はベジタリアンなのに、インド料理屋に行ったら肉料理が多いですよね。こちらも驚きですが、インド人は家でナンをほとんど食べないのに、インド料理屋では必ずと言っていいほど出てきますよね。それはイギリス人が好んでいたものだからなんです。そしてイギリスで生まれたインド料理屋は世界のスタンダードになったっていうわけです。カレーという言葉は親しみやすく、そのおかげで世界中の人はインド料理にもっと触れるようになった一方で、カレーという一言で私たちの多様な食文化がまとめられちゃってることを悲しく思うところもあります。ほとんどの日本人が想像するカレーはインド料理のほんの一部ですので、こちらでもまた皆さんのカレーの概念を変えるものを今後紹介できればなと思っています。